お願いします。イメージはまるでガラス張りのデザイナーズマンション。インパクト強くて刺激的なレボーグの内装です。また動画後半は乗って気づいた細かな長所短所、いわゆる小ネタを集めてみました。レボーグの内装で取り上げたい点を挙げさせてください。で今回はね、その質感とかその機能性という前に、ちょっとね触れたい点があります。それはね、このインパネの作り、ここのね低いということです。でこれがね、車両とか見切りにねすごく効いてきます。でそっち側、A ピラーはね、太くて寝ているんですけれども、根元の三角窓はねよく機能してますし、あとドアのウエストライン、そのドアの内張りの上部と窓ガラスのね境目のところなんですけれども、ここね前側がくびれていて、運転しやすさがね重視されるというのがね想像できます。でインパネがね低いというのは新しく出てきたプラットフォームの車とかだとね他でも見受けられます。でもレボーグのこれはナビがねこんな大きなモニターがついていても出っ張り最小限ですし、あとねこれ車的に包まれ感を重視して、そのプレミアム感ですとか高級感とかね、そういうのをアピールしたいってあると思うんですよね。でもそれ以上にこのプラットフォームがね走りやすさをね重視してくれてるというのがね、自分はすごく嬉しいです。でこの良さがねもう一つあります。それはねこのシートです。自分身長172センチで、シートを一番下に下げてもね苦もなくというかストレスなくね運転ができます。ハンドル上部の高さがね口か鼻あたりに来るような感じなんですけれども、これでね楽々運転できちゃうのはね、やっぱりこれねインパネが低いところの良さですね。あえて言えばインタークーラーのエアーインテークがちょっとね上出っ張っていて、気になるところもなくはないんですけれども、これやっぱりねスバルのアイデンティティと言いますかね、スバルでしたら欲しい部分ですからね。ここだけはね残したという感じなのでしょう。で、シート触れたついでに、パワーシートです。パワーシートはね、細かく動いてくれて滑らかに動いてくれます。自分パワーシートのメリットって微調整が効くというところにね良さを感じています。なのでねこの細かく動くレボーグのねシートいいです。でわざわざそれを言っているということは、細かく動かないパワーシートがありますし、滑らかに動かないパワーシートもねあるということです。ということでね、じゃああとはいつも通り見ていきます。まずドアですね。この車のドア閉めた時に余計な振動が響かないようにね、こう振動が減衰されてるような感じでね、この響かないタイトなね感じがいいです。であとはこのレボーグのメインの部分で、この車ね GT-EX というグレードです。お値段にして350万円弱、310万円の GT に EX パッケージがついたようなねグレードだと思ってください。でその EX の内容なんですけれども、まずねアイサイトがアイサイト X になります。意外とこれ別物なんですよね。で X になって、この大きなね縦型のモニターがついて、でコネクティとの機能もついて、それからね、メインのメータークラスター、これがフル液晶タイプに変わります。ということでね、ステアリングから見ていきます。左側がオーディオに関する部分とボイスコントロール、それから液晶メインメーターの設定切り替えですね。で右手側がクルーズコントロールに関する設定とドライブモードの切り替えです。でメインの液晶部ですね。ここはですね大きく分けて3つの表示から選べます。まず今映っているのが二眼式のオーソドックスなタイプで、これ切り替えることで、ナビの表示と、それからあれですね、これがアイサイトに関する部分の表示ですね。であとトリップメーターと燃費系のセットはこっちに独立しています。ここですね。じゃあということでね、中央部いきます。まずねこの車 iPad みたいなねモニター、ここはねもう皆さんはねいろんな動画でご覧になられて、自分よりねお詳しいかと思いますけど、普通にねスワイプできたり、いろんなね設定などがねここでできます。結構ねいっぱいあります。であえてねこう口にしたいのは、この例えばねアイドリングストップ2タッチですね。こっからこうしてこう
とかですね。上の部分がオーディオとか水温。水温はね、ドライバーが不安を感じさせないように標準ですよっていう表示で、イオンは数字で出てきます。で、下の分割の部分がね、ここエアコンです。エアコンはね、まず温度調整は物理ボタン、ここですね。こうなっていて、あと細かな設定は、例えばシートヒーターなんかはね、ここ2タッチです。それから、AC のオフもね、ここで2タッチが必要な感じですね。風量はここで1タッチです。ハザードボタンはアイコンと一体化しているような感じも受けなくはないですけど、これオーナー様でしたらね、きっと問題ないでしょう。あと、これで、やっぱり2タッチで画面が消せます。このボタンの長押しをして、ここで実行で画面が消えますね。まず乗る前は、これ夜間眩しいんじゃないかというね、不安がありました。で、実際乗ってみると、そうでもなかったというのがね、結論ですね。まずこのメインの液晶メーターはすごく暗く調整できますし、この大型のね、中央のナビモニターはそこまで暗くできないんですけれども、制御的にね、暗くするの方がね、難しいということもありますし、そこまで暗くできないんですけれども、その眩しさをね、感じない程度の明るさです。これね、目の強い方弱い方いらっしゃるので、自分としてはという注釈はつけさせていただきます。で、逆にね、気になったのが、昼間の日差しの反射ですね。今ちょうどね、7月、8月で日差し強い日なんですけれども、ここね、今温度36度と出ていて、こういう日だとね、これ反射がちょっと気になりますね。例えばね、これ、ナビの画面のよっぽど外側、ここね、全部こう黒い光沢パネルですし、ここのね、切り返しの内側までね、ここも光沢パネルなんですね。で、その下見ていってもね、シフトセレクターも光沢ですし、シフトセレクターの周りのパネルもね、光沢ですから、これ全部ね、結構こう目のね、こう敏感な方にはね、きついのかなっていうね、気もします。で、あとね、助手席の前はソフトパッドが貼られていて、これでね、綺麗に艶が消されていてね、質感は、質感感じるような、こう表面処理ですね。で、このあたりがね、こう、華やかさと、ギラつきって言ってもいいですよね。そのギラギラ感と落ち着いたツヤの組み合わせ、コントラストが強くてね、なかなかね、これお好きでしたらすごいね、こう立派な印象をね受けるんじゃないでしょうか。自分思ったのがガラス張りのデザイナーズマンション、好き嫌い分かれるんですけれども、やっぱり憧れますよね。でね、自分もこれ実はね結構好きです。眩しいし、目に痛いし、ちょっとね、その煩雑にぐちゃぐちゃ感にね見えなくもないんですけど、でも好きか嫌いかって言ったら好きです。でね、これレボー買うんでしたらね、もう絶対これつけますよね。アイサイトの X いらないんですけれども、これ欲しいです。本当これ欲しいです。ということでね、ちょっと下見ていきましょうか。シフトセレクターですね。ごめんなさい。ちょっとこのビューのボタン行ってみましょうかね。これ車両の周りのねカメラがここに表示されます。タイヤの左前輪と、あとフロントカメラですね。かなりのね、湾曲タイプのね、広角レンズですね。で、これと、あとバックモニターもそうなんですけれども、この大きいモニターがね、横型との違いはここですね。この表示だけはね、7インチのね、ナビと同じぐらいの大きさで出てきますので、同じに大きいナビモニターだとしても、横型と縦型でね、ちょっと違いはあるということですね。で、シフトセレクターいきます。これは、ロックボタンを押して下に操作するタイプのストレート式です。ポジションはね、PRND ですね。で、D の脇はマニュアルモード。で、このモードの場合は、ここで上下はなくて、パドルスイッチを使ってね、操作する形です。で、このシフトセレクターの操作感は、なんかメカニカルなね、こう、気持ちいい響きというわけではないんですけれども、滑らかにね、かつある程度の節度感を持ってね動いてくれます。で、ドリンクホルダー見てみます。ドリンクホルダーはね横並びです。で、これね助手席の人と間違えないんでね嬉しいですよね。で、簡易的なストッパーがついていてね、ある程度こう太さにもねこれでね対応してくれます。で、このレボーグでいいなと思うのが、これね結構低い位置までへこんでるんですね。なのでここ背の高いドリンクを置いていても、ここで分かります？シフトセレクターの操作の邪魔になりにくい。このあたりがね、
ちょっとした SUV みたいな作りでね、ここドリンク置けますね。で、なおフロントシートのドリンクホルダーはここの2つと、あと各ドアにね1個ずつという感じです。では続きまして助手席側です。ちょっとねこのレボーグ見どころ満載で堅苦しい話がね長くなっちゃってますけれども、できましたらねもうちょっとお付き合いくださいませ。で助手席側はシートから見ていきます。シートね、サポートが張り出していて立派に見えます。でサポートの部分ね切り替えも入ってますしね。でこれ苦しそうにも見えますけれども実際は全然そんなことないです。理由はね真ん中が大きいのとサポートもねこれ柔らかいんですよね。で乗り降りの邪魔にもそんなになりません。であとねシート割合滑りがいいタイプのね表地なのでスルッとね座ることが可能です。じゃあちょっと座ってみますね。よいしょと。さあ助手席座ってみました。やっぱりね助手席から見てもこれ華やかですよね。このインパクトすごいです。もうとっても立派でね新しい車に乗ってるという感じがねすごい伝わってきます。でじゃあ足元はねシートはね後ろまでスライドしますので足元狭いなんてことはね全然ないです。前後方向の話ですね。横方向は若干ねこのミッションケースの部分ですかね、センターコンソールがちょっとね圧迫感を感じる時もねあります。その時はこの足の間にね荷物を置いて座る時こうなると思うんでねバッグ多分邪魔です。こういう時はねちょこっとね気を利かせてリアシートの足元に置いてもいいかなってこうね一言かけてあげて運んであげればね何の問題もないんじゃないでしょうか。ということでねちょっと真面目な話に戻ります。で、上部の方から見ていきたいんですけれども、まずね車ってその一般的に高級な車ほど見えにくい部分見えないところまでお金がかかっていると思います。細かいところまでねこう凝っているってことですね。であとねこのインパネとドアのつなぎ方この辺にね結構差が出てきます。でこのレボーグでいうとねこの辺のつなぎ方ね、個性的ではあるんですけれどもねやっぱり凝った作りしてますよね。でエアコンの吹き出し口はこの車はこっち側についています。こっち側にねあるともっとより凝ったデザインできるのでしょうけれども、ここはねホースの関係とかから、なかなかね、コスト的にとかね難しいところがあると言われています。でこの辺ね上級な車ほど綺麗につながっていて、これはコストの関係とあとスペース的な問題ですかね。大きな車の方がここ余裕を持ってねこういうふうにスペースが取れるということですね。で見えにくい部分の話なんですけれどもここにつながります。レボーグですとこのグローブボックスからドアトリムへのつながりですね。ここがね優雅に丁寧にねラウンドしてつながっているんですよね。触ってみるとね若干の段差を感じるところもね少しあるんですけれども、とにかくねこういうところまでね気を配られているというのがねクラス的に上のものというのを感じますしね。こういう部分のねこだわりとか細かい美しい造形っていうのはねやっぱりこう上のクラスの車だからこそですよね。さあそしてリアシートはねそんなすごい特別なことないんでねさらっていきます。一つだけこうお伝えしたいのはこのリクライニング機能についてですね。レボーグですとここのレバーで3段階にリクライニングします。でこれがね本当にこう意味があるのかという部分なんですけれども、レボーグねその一番起きた時でこう座りやすいようにねできていると思います。設計されていると思います。で寝かせちゃうとねこう本当ね背骨のあたりしかサポートしてくれなくなって、車酔いしやすくなる方に本当にねこう横揺れに弱くなるというかね体を支えてくれないような感じになってきます。このリクライニング機能、紹介されている方とかねこう喜ばれる、喜んでねこう触れるような場面ですけれども場所ですけれども実際はねどうなんでしょうかね。なくてもいいような、むしろ寝かすと座りにくいというのがねありますからね。ですいませんちょっとね今シートの位置後ろ下げているのであれですけれどももうほんとねスペース的にはものすごい広いわけじゃないですけれども全然こうね不足ないスペースですし、見晴らしもね全然悪くないです。フロントのヘッドレストもねそんな大きくないタイプでね縦型なのでね見晴らしもいいです。であと降りる時ですね
で足元を降りるときね大変かなっていうイメージもあったんですけれども、ドアをねこうしていっぱいに開けて降りる分にはねもう全然そんなことないです。サイドシルがね気にならないっていった感じですね。足を投げ出してぴょんと降りる。これでね何事もなかったように降りられます。すいません、最後にねちょっとラゲッジ見てみます。このクラスね、4700の車ですと1メーターがねちょうど基準ですので、だいたい普通ぐらいか少し長いといった奥行きの感覚ですね。で分かりやすいところで言いますと、まずリアシートはね、ここのレバーでワンタッチで倒せます。倒すよ。起こすのはねさすがに向こうが行かなきゃ無理ですけれども、倒すのワンタッチはいいですよね。で、自分がね今回一番触れたいところはこのラゲッジの高さです。これね結構フロアの高さあるんですよね。でここフラットで、奥行きあって、でこれがね結構高さがあって、これが逆に物が入れやすいなと思っています。低いとねこう中腰になったりとかねもありますのでね、これぐらいがいいと思います。でもう一つで、この車このトランクボードがね高い代わりに下側にね大きなスペースが用意されています。これ開けてみますと、まずね今上に見えているのがトノカバーです。外してね上の部分につけることが可能です。でその下はスペアタイヤが入るようなねこう大きな穴が開いていまして、ここね第2のトランクとして使えるだけのスペースがあります。でここいいのは例えばねちょっとした荷物を入れてコーナーとか山道を走るときにガタゴトとかねこうスーッとこう荷物が滑っていくような感じがね気にならないと思うんですよね。でこれね本当はノッチバック、トランク別体式の車ので感じるそういう良さなんですけれども、この車は多分レボーグここにちょっとした荷物を置いておくとコーナーとかでね荷物動くのを気にせず走れると思うんですよね。つまり音が伝わってこないんじゃないかと思うんですよね。でもう一つですね、SUV とかと比べるとこのハッチの上がね簡単に手が届きます。簡単かどうかはね身長にもよりますけれども、自分だとね簡単に手が届いて締めやすいですね。ただ重さだけはSUV 車とね同じぐらいの重さがあってね、結構なね重さを感じます。それだけです。ここからは購入の決め手にはならなそうな小さな長所短所、いわゆる小ネタです。カメラのモニター、縦型モニターの数少ない弱点、バックカメラやフロントカメラの表示が小さくなります。良いと思ったのは車が認識している障害物を視覚的に表してくれます。モニターの操作性、タッチ操作は少しレスポンスが鈍いです。丁寧な操作でのコントロールが求められます。 B 型とか C 型とかきっと小改良で改善されてくるはずです。モニターの輝度、大型モニターの明るさは試乗前は眩しさが不安だったんですね。で実際は夜は眩しく感じにくかったです。で昼間の方がね逆にね反射が気になりました。これはいろいろですね、光沢パネル使ってるところあちこちが広いということですね。でメーターの輝度、こっちは簡単にしかも大きく調整できます。光に敏感な方もいらっしゃいますから、ここは嬉しいです。バックとハザード、バックチャイムとハザードのチャイムは同時になります。音的にも品が良くて耳障りでないと思います。ミラー下の照明、ドアロックやドア開閉でミラー下の照明が光ります。ルームランプが眩しくない上品な明るさですので、その分ねこっちが明るいなと補完しているような感じに思いました。エンジンフードダンパー、エンジンフードダンパーがね途中で止まっちゃうような渋さがなくて良かったです。これ自体はねそのエンジンフードダンパーは珍しくないんですけれども、あえてネタにしているということは動きが渋くて止まっちゃう車もあります。警告音、ほんとどうでもいい警告音について、リアシートのシートベルト警告音とバックチャイムは同じ音です。ただテンポが違います。ドアのスイッチパネル、誤動作させにくいと感じたスイッチパネルです。面の部分からね結構奥まった位置にスイッチがレイアウトされています。これによってねいつの間にか押しちゃうということがね防げますね。
特にねこのロックに関するスイッチですとか、この辺かなり奥まってますね。低くなっています。逆にね、ミラーを畳むスイッチなどはね上に出っ張っていて押しやすいです。あと窓はね、4箇所すべて前後にオートの機能がついています。見た目的には刺激的と思える部分が多い一方で、気配りを感じる部分もあるというのがレボーグの内装から受けた印象でした。もうほんとね、走る部分から受ける印象とそのまま一緒。走りも内装も刺激&気配り。刺激的というのは大型の縦型モニターにプラスして反射の強い光沢パネルが多く使用されているというデザインの全般です。その擦り傷とか指紋とかじゃなくてね、夏の日差しではピッカピカな車に乗っているようです。これが嫌かといえばね、むしろ欲しくなっちゃうぐらいの魅力と思いました。刺激ってそういうものですよね。レボーグ買うんだったら大型モニターこれ欲しいなと思いました。細かな部分はさすが上位クラスと思いましたし、シートは見た目スポーティーでも座れば意外とゆったり、また装備もベーシックグレードでもおおむね充実としっかり車格を感じさせてくれました。では動画は以上です。私どもこれからも特徴を分かりやすく車選びをもっと楽しく動画を上げてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。